皆さん、MBTI って聞いたことがありますか？ネットでよく見かける16パーソナリティーズの会員診断なら知っている人も多いかもしれません。でも、本来の MBTI はもっと歴史があって奥深いものです。これはスイスの心理学者カール・ユングの理論をもとにアメリカのキャサリン・ブリックスとイザベル・マイヤーズ親子が1940年代から研究を始め、62年に初めて発表したもので、人の性格を16のタイプに分け、傾向を整理して、その違いを把握するための実用的なツールなんです。この動画では、そんな MBTI を歴代プリキュアシリーズの作風に当てはめながら解説してみます。今回の動画のお品書きはこちらです。MBTI では性格をいろいろな要素に分けて分析するのですが、今回は感覚型と直感型に絞って解説します。ざっくりとした説明になりますが、感覚型は目の前の現実を大切にする傾向があり、日常生活や身近な人間関係を特に重視します。一方で直感型は夢見がちで、どこかにある何かに思いを馳せる傾向があり、自分から遠い存在であればあるほど見てみたい、仲良くなりたいなどと追い求めがちです。これは無意識的なもので、自然とそういったものが目についたり意識してしまうということです。実際は感覚にも直感にも外向と内向というベクトルがあり、それぞれ違いがあるのですが、今回の動画では割愛します。とりあえず今回は目の前の現実や身内に目が行き、地に足がついた感じなのが感覚型。どこかにある何かを追い求め、未来志向な感じなのが直感型だと考えておいてください。また、これから各キャラクターの性格のタイプについて4つのアルファベットで表します。知らない人にはちんぷんかんぷんだと思いますが、詳しい解説は別の動画でフォローしますのでご了承ください。今回はその4つのアルファベットのうち2番目だけに注目してください。ここが S なら感覚、センセーション。N なら直感、イントゥイションの略となっていて、それぞれ感覚型、直感型の性格だということです。では、各シリーズを主役の性格をもとに感覚型か直感型かに分類していきます。なお、今回の分類は動画の歯切れを良くするために断定口調で語っていますが、あくまでも私の独断と偏見で決めています。違うんじゃないかと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、これについても今後の動画でその根拠を解説していきますので、ご了承をお願いします。また、歴代プリキュアシリーズをよく知らない人でもわかるように、軽く解説も入れていきます。まずは、初代の2人はプリキュアと、続編のマックスハートです。2年連続で主役を務めた三角なぎさは、ESFJ であり、感覚型です。日常を大切にする彼女は、巻き込まれる形で、プリキュアとなって戦うことになります。この作風の特徴がよく現れているのが、マックスハート最終回の第47話での一幕です。ここで強大な敵に追い込まれた時の彼女たちのやりとりを一部抜粋して引用します。しまった。宿題忘れた。卒業文集、まだ出してない。ブラックったら、こんな時に。だってしょうがないじゃない。思い出しちゃったんだもん。そういえば、私もおばあちゃまにアサリ買ってきて、で頼まれてた。どうしよう。お味噌汁飲む。いいな。あさりのお味噌汁。家で一緒に食べましょう。おばあちゃまも喜ぶわ。じゃあ、卒業文集手伝ってもらおっと。もう、ブラックったら。引用は以上です。この最終決戦でさえ日常的な話題に立ち戻るやりとりが
感覚型の作風を象徴していると言えるでしょう。続いて、初めての代替わりとなったスプラッシュスターです。主役の日向咲は渚と同じ ESFJ ですが、彼女は面倒見がいいキャラであり、作風としても花鳥風月とイメージされる自然豊かな現実の世界を守る内容なので、前作よりも感覚型の傾向が強くなっています。しかし、次のイエスプリキュア5と555で転機が訪れます。これは初めて2人から5人と多人数チームになった作品です。2年連続で主役を務めた夢原のぞみは、将来の夢を探している ENFJ でバリバリの直感型です。ここで5の第1話の最後のやりとりを一部抜粋して引用します。まさかのぞみがプリキュアになれるとは思わなかったここ。もう無我夢中で、どうしてもここを助けたかったの。ありがとうここ。その強い心があったから、のぞみはプリキュアになれたここ。ああ、やりたいこと見つかった。ここ。よーし、私、プリキュアになって、ここの夢を叶えてあげるぞ。決定。引用は以上です。今までの巻き込まれ型の展開と打って変わって、彼女は出会ったばかりの妖精ココのために、彼の夢を叶えることを誓います。いかがでしょうか？初めて直感型の作風となったわけで、これはプリキュア史において重要な転換点だったと思います。以降は簡潔に述べます。フレッシュプリキュアの桃園ラブは、のぞみと同じく ENFJ です。ダンスに目覚めたり、敵であるイースを救おうとするところに直感型の特徴が現れています。次のハートキャッチプリキュアの花咲つぼみは内向型の INFP であり、他の主人公たちとタイプは違いますが、彼女も夢見がちで、花言葉に思いを乗せたりする直感型です。次のスイートプリキュアは、初代の原点回帰という要素があり、主役の北条響のタイプも、初代の渚と同じく ESFJ で、幼馴染や仲間を大事にしています。ここで一回感覚型の作品を挟むわけですね。次のスマイルプリキュアの星空みゆきは、おとぎ話に憧れを抱く ENFP です。続くドキドキプリキュアの相田愛菜、ハピネスチャージプリキュアの愛の恵みは、どちらもどこかにいる誰かを救いたいという思いが強い ENFJ です。さらに、ゴープリンセスプリキュアの春の遥もグランプリンセスに憧れている ENFJ です。続く魔法使いプリキュアの朝比奈未来、キラキラプリキュアアラモードの宇佐美一花は、どちらもそれぞれ魔法とスイーツに憧れていて、こちらも直感型です。ただ、憧れ型がはるかと違っていて、この2人の場合は ENFP です。続くハグッドプリキュアの野々花は、どんな人に対しても全力で応援しようと頑張る ENFJ。次のスタートゥインクルプリキュアの星名光は、宇宙に憧れを抱く ENFP です。次のヒーリングッドプリキュアの花寺のどかのタイプは、いろんな意見があるかと思いますが、多くの人や生命に愛を届け、守ろうとしていますので、私は ENFJ だと判断します。というわけで、プリキュア5以降、スイプリを除いて、すべて直感型で構成されています。これは初代から考えると、かなり特徴的な変遷だと思います。そんな流れに、さらなる変わり目が訪れます。それが、トロピカルージュプリキュアです。主役の夏海真夏は、ESFP であり、感覚型です。話の展開はトロピカル部の日常がメインですし、合言葉の今一番大事なことをやろうというフレーズも目の前のことに全力投球するというゴリゴリの感覚型のスタンスです。極めつけはラストバトルの展開です。第45話のやりとりを一部抜粋して引用します。状況を説明すると、暗闇の中で仲間の居場所がわからなくなったキュアサマーがキュアパパイヤのビームでみんながそばにいることを把握できた後の展開です。そうだ、こういうライト、劇で使おうよ。
でも舞台は屋外で明るいからよく見えないと思う。そっか。その辺の見せ方も決めないとな。だね。こんなところで終わりにしない。みんなのやる気パワーを絶対に取り戻す。トロフェス、このままやらずに終わらせられないもんね。みんなで目いっぱい届きかれる街を取り戻す。それが私たちの今一番大事なこと。引用は以上です。このように日常生活からパワーを得て、再び立ち上がる姿は初代を彷彿とさせます。そんな感覚型のプリキュアが久々に帰ってきました。この感覚型の流れは続きます。翌年のデリシャスパーティープリキュアのなごみゆいは、祖母の言葉を大切にする ESFJ です。作風も食事という身近な内容に焦点を当てていますので、感覚型の要素が非常に強いです。次の広がるスカイプリキュアですが、これは異世界を一部舞台にした作品で、こういう場合、直感型の作風になりがちですが、ヒロプリはやや感覚型寄りだと思います。ポイントは異世界出身である主役のソダ・ハレワタールです。彼女は何かに憧れてこちらの世界に来たわけではなく、あくまでも目の前のプリンセスエルを助けようとしてたまたま来てしまったのがきっかけでした。このことから彼女は感覚型の ESFJ です。とはいえ、広がるスカイというタイトルは未来志向的でもあり、直感型の要素も少なからず含んでいる作品だと思います。次はワンダフルプリキュアです。飼い犬からプリキュアへと変身した小麦が主役で、目の前の刺激を全力で楽しむ感覚型の ESTP です。さらに作風としても人と動物との日常をテーマにしているので、感覚型の要素が色濃いと思います。そして現行の君とアイドルプリキュアです。今までの解説に沿って考えて、皆さんは君プリが感覚型と直感型のどちらに当てはまると思いますか？私は主役の桜歌が清々しいくらいの直感型の ENFJ だと考えます。根拠となるシーンを挙げます。まず第2話の中ほどで、異世界のキラキランドが危機だと聞かされるや否や、真っ先に助けに行こうとします。そして同じく第2話の最後のセリフを引用します。私、わかったと思う。プリ、すっかりアイドル気分になっちゃってたけど、私はただのアイドルじゃない。光で闇を照らす。救世主。歌って踊ってファンサして、真っ暗闇をキラッキランランにする。アイドルプリキュアなんだ。引用は以上です。これだけではなく、彼女は第31話では初対面の敵幹部のジョギーに対して、キラッキランランにしてみせる。もちろん、あなたも。と言い、立場の違いを全く気にせず、仲良くなれる可能性があるなら、誰に対しても手を差し伸べようとします。このように、彼女のスタンスは日常をはるかに超越しており、4年ぶりに直感型のプリキュアが戻ってきたと言えます。では、なぜプリキュアがこのような変遷をたどったのかを考察します。まず初代では、プリキュア自体が新しいコンテンツであるため、作風として視聴者の共感を得やすいように巻き込まれ型で日常を大事にする感覚型の三角渚を主人公に据えたのだと思います。そしてシリーズも4年目になり、メンバーも2人から5人に増加。そんなメンバーをまとめる攻めのキャラとして、夢を追求する直感型の夢原のぞみが主役に抜擢されたのだと思います。日常を守るために戦うプリキュアから夢を追い求めるために戦うプリキュアに数年で様変わりしたわけです。以降、原点回帰のスイプリという例外がありつつも、直感型の作風が10年以上続きました。ここでまたしても転機が訪れます。それが2020年初頭から流行した新型コロナウイルスです。まともな日常生活すらままならないコロナ禍を反映して、その翌年に放送開始したトロプリでは、日常を大切にした作風になったのだと思います。そして、それからしばらく感覚型の作風が続きますが、
その内容は初代の頃の巻き込まれ型の展開ともまた違った形で日常の大切さを描いていると私は思います。この間のデータとして東映アニメーションの決算情報をもとに私が作成したグラフをご覧ください。これは各年の3月末におけるプリキュアの国内売上をまとめたものです。プリキュアは若干の例外があるものの、毎年2月の第1週から新シリーズが始まり、翌年の1月末に終わりますので、3月末の決算情報は各シリーズの売上と 100% 合致しないことは留意しておいてください。新型コロナウイルスの蔓延とシリーズの時系列で考えると、2019年のスタプリの時期にかすっていることがわかると思います。そして、この売上の推移を見ると、2024年度のワンプリで、ほぼコロナ禍前の水準に戻ったと言えます。もちろん、このデータだけで全てを判断することはできませんが、自信をつけた制作者が翌年の君プリで、攻めのプリキュアとして4年ぶりに直感型の作風にシフトし直したのではないでしょうか。今回の動画は以上です。ここで誤解を避けるために2点言っておきたいことがあります。1つ目に、私はプリキュアが MBTI にのっとって作られたと言いたいわけではありません。MBTI はもともと存在する人の性格に対して一定の尺度で当てはめた物差しに過ぎません。ですので、スタッフが今回はこういう作風、キャラでいこうと考えて制作した結果、感覚型に見えたり直感型に見えたりしているに過ぎません。しかし MBTI という一つの尺度を通して作品を見ると、今まで気づかなかったことにも気づけるのではないかと思い、このような解説動画を作成しました。こうして見ると感覚型と直感型で作品のカラーが大きく違っていると私は考えますが、皆さんはいかがお考えでしょうか。2点目ですが、解説の中で感覚型が守り、直感型が攻めというワードを使いましたが、これは便宜上であって、感覚型が悪い、直感型がいいと言っているわけではありません。現に私は感覚型である初代やスプラッシュスター、トロプリなどの作風が好きだったりします。今後もこのチャンネルではプリキュアをはじめとしていろいろな作品を MBTI を通して分析していこうと思います。プリキュアについては作品ごとに解説したり、1キャラに絞って深掘りすることも考えています。もちろん MBTI そのものについても詳しく解説していきます。よろしければチャンネル登録や高評価、コメントなどしていただけると何よりですが、内容に興味を持ってもらえるだけでも嬉しく思います。では次の動画でお会いしましょう。